はい、こんにちは、そうやんです。今回はですね、植物同士が匂いでコミュニケーションをしているという話をしたいなと思います。今年のですね、1月にドイツのマックス・プランク研究所っていうところが調査した結果の論文が出ていて、それがめちゃくちゃ面白いなと思ったんで、ちょっとシェアしたいなと思うんですけど、その実験っていうのが、いくつかの土地があって、生える植物の種類を変えて比較実験をしたんですって。で、その実験研究所の人が余計な雑草が生えたら逐一手で取ってみたいな感じで、結構根気のある作業を何年間か研究していって、研究の目的っていうのが、植物たちがその化学物質を使ってどういう情報のやり取りをしているのかとか、どういう関係性を築いているのかみたいなことを調査したらしいんですけど、その結果分かったことっていうのが、多様性が高い土地ほど、その植物間のその匂いによるコミュニケーションが活発になったっていうことが分かったらしいんですね。で、例えばその匂いって結局、植物が化学物質として空気中に揮発させる。で、それによって、例えば、キャベツとか有名ですけど、キャベツに青虫が来たみたいな情報を、その匂いによって放出して、で、それによって青虫の天敵の寄生蜂を呼び寄せるみたいなことが分かってるらしいんですけど、そういうふうに自分に対しての害虫の天敵になる虫を呼び寄せる物質を出したりとか、あと単純にその自分が害虫に食われた時に、警戒物質として同じ種類の仲間たちにこういった虫が来たぞみたいなのを情報として出したりとか、あとは虫に対して近寄らせないようにその虫が嫌う匂いを出したりとか、そういった風に匂いとかその化学物質によっていろんな外に影響を与えようとしてるらしいんですけど、いろんな種類の植物たちがいればいるほど、そのコミュニケーション、やり取りが活発になったらしいんですね。で、多様性が少なければ少ないほど、そのコミュニケーション量が減っていったと。で、これが何を意味してるかっていうと、その論文で書かれていたのは、多様性が高ければ高いほど、その生態系の免疫力が高まるっていう表現をしていて、要するにそういう害虫が来たとか、病原菌が来たみたいな情報を、多様性が高ければ高いほど、いろんな、インターネットとかがわかりやすいかもしれないですけど、情報ネットワークみたいなものがすでに築かれていると、そういう情報がいろんなところに行き渡りやすいらしいんですね。よく土の中の微生物たちの菌糸のネットワークでもそういった情報がやり取りされているっていうふうに言われてますけど、地下のネットワークだけじゃなくて、空気中も植物たちがそういった匂いを出すことによってお互いにコミュニケーションしてる。その植物だけじゃなくて、おそらく微生物ともやり取りしてるし、虫ともそういうやり取りしてる。もちろんそれはいい情報だけではなくて、虫を寄せ付けなくするみたいな、そういった敵対関係っていうところも含むと思うんですけど、とりあえずそういうふうに植物の多様性が高ければ高いほどコミュニケーションが活発になっていって、で、生態系としてのレジリエンスが高まる。例えば特定の病原菌が来た時に一種類の植物しかなかったら、おそらくすぐ全滅してしまうと思うんですけど、多様性が高ければ高いほど、そういったことに対してこういった病原菌がいるみたいなことの情報が行き渡りやすくなるんで、そうすると植物たちがそれに対して早めに準備ができるってことですよね。その病原菌に対する殺菌作用を持つ化学物質をじゃあ早めに準備しておこうみたいな感じで準備できるんで、全滅するリスクが下がっていくと。だからうちの畑とかでも場所場所によって多分アブラムシが大量発生する場所とか、カメムシがすごいうわーっと増えていく場所っていうのはもちろんあるんですけど、それが畑全面に広がっていくってことはほとんどないんですよね。特定の場所だけに集まることはあるんですけど、それが多分わーっと広がっていかないっていうのは、そういった植物たちの情報ネットワークがあるからかなというふうに思いました。だからそれを畑作りにどう生かすかっていう話なんですけど、結局やっぱ植物の多様性を増やしていくっていうことになるんで、コンパニオンプランツみたいないろんな種類の植物を一緒に植えていくとか、あとは雑草がある程度生えてるところはそのまま残しといて、いろんな種類の植物が生えてる状態にしておくとか、そういったことをしていくっていうのが大事なんじゃないかなというふうに思います。まだですね、分かってないところもたくさんあるみたいで、いろんな化学物質を放出してるらしいんですけど、まだそれがどういった機能を持つ化学物質なのかみたいなことが分かってないところもたくさん
あるらしいんですね。なのでそこがなんか解明されていくと、植物たちが一体どういうコミュニケーションをしているのかみたいなことがもっと今後研究が進むと分かってくるんじゃないかなと思います。はい。気になる方は引用した論文もですね、概要欄に貼っておきますのでチェックしてみてください。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。